皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。将来、職人の技術というものが科学技術にとって変わる時が来ます。しかし、すべてを科学の技術で職人の技術を代替することは不可能だと思います。もし、そんな世界になった時、職人の技術というものがどういう風になっていくのか、ということについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。将来、科学技術が進化し、自動化や AI の発展によって多くの職業が変化することは確かでしょう。しかし、職人の技術が完全に科学技術にとって変わることは難しいと考えられます。職人の技術は人間の感性や想像力、経験に裏打ちされた独自の価値を持っており、それを完全に置き換えるのは難しいからです。職人の技術は以下のような側面において科学技術とは異なる独自の存在感を保ち続けると考えられます。1、創造性とアート。創造性とアートの側面において、職人の技術が科学技術にとって変わることは困難です。職人の技術は単なる機能や効率性だけではなく、美と感性に対する深い理解を基盤としています。この点で、科学技術は確かに進歩し、複雑な課題に対する解決策を提供する可能性を秘めていますが、アートやデザインといった人間の創造性には限界があります。職人の技術は、手作業による繊細な操作や直感的なアプローチが含まれています。例えば、陶芸家が粘土を形作り、調整するプロセスでは、材料の特性や手の感覚を通じて、美しい形状や質感を生み出します。このような手仕事には、職人自身の個性や感性が作品に反映されるため、同じプロセスを科学技術だけで置き換えることは難しいです。アートに関しても、職人は独自の発想や感情を作品に込めることができます。音楽家が楽器を演奏する際、単なる音の合成だけでなく、感情や表現力を通じて響きを作り出します。同様に、絵画や彫刻の制作においても、職人の手による筆致や彫刻刀の動きが、作品に人間らしい温かみや深層の意味を与えています。また、デザインにおいても、職人の技術が重要です。製品の形状や色彩、テクスチャなどは、顧客の感性や文化背景に合わせて考えられる必要があります。職人は顧客の要望を受けながら、独自の視点と技術を活かしてデザインを進化させることができます。これに対して科学技術はデータに基づいた分析や最適化を行う能力を持っている一方で、人間の感性やクリエイティビティを模倣することは難しいです。このように創造性とアートの側面では、職人の技術が科学技術には代替しきれない独自の価値を持っています。両者が共存し、お互いの強みを尊重しながら、より豊かな文化と社会を築く可能性があると言えるでしょう。2、カスタマイズと専門知識。職人の技術が科学技術に変わることが難しい、もう一つの側面は、カスタマイズと専門知識の面です。職人は、製品や作品を個別の顧客のニーズに合わせて調整することが可能です。この個別対応は、科学技術だけでは難しい範疇です。なぜなら、製品や作品の特性、用途、デザインに関する決定は、単なるデータやアルゴリズムだけでは網羅できない要素が多いからです。職人の専門知識は、多年にわたる経験と試行錯誤から生まれています。例えば、木工の職人は異なる木材の特性や加工方法について熟知しており、その知識を活かして顧客の要望に応じた家具を製作します。
同様に、ジュエリーの職人は宝石の種類やカット、組み合わせに関する深い知識を持ち、顧客にとって特別な意味を持つ宝飾品を作り出します。こうした専門的な知識は、科学技術だけでは容易には代替できないものです。職人の技術は、品質や耐久性を保証する重要な要因でもあります。特定の材料や工程における専門的な知識があるため、職人は最適な方法で製品や作品を作り上げることができます。これに対して、科学技術は一般的なケースに対する解決策を提供するものの、特定の状況や要望に対して適切な対応をするのは難しい場合があります。カスタマイズと専門知識の側面において、職人の技術は個々の顧客やプロジェクトに適切な対応を提供する柔軟性と深い知識を持っています。顧客の要望を受けて製品や作品を調整し、専門知識を活かして品質と耐久性を確保する能力は科学技術だけでは十分に代替することは難しいでしょう。この点においても、職人の技術と科学技術は相補的な関係を築くことで、より良い成果を生み出す可能性があります。3. 伝統と文化の継承。職人の技術が科学技術にとって変わることが難しい要因の一つは、伝統と文化の継承の側面です。職人の技術は、地域や文化に深く根付いた伝統や価値観を尊重し、それを製品や作品に反映させる役割を果たしています。この文化的な側面は、単なる機能や生産効率だけでは評価できない重要な要素です。特定の技術や工芸品は、代々受け継がれ、その土地や文化のアイデンティティの一部として存在しています。例えば、日本の伝統的な茶道具や陶芸品は、日本の美意識や精神を反映したものであり、その制作過程には厳格な手法と深い哲学が結びついています。同様に、世界各地の織物や刺繍の技術は、地域の歴史や民族的なアイデンティティを象徴しており、これらの技術を継承することで、文化が保護されています。職人の技術は、伝統的な技法や素材を用いて、新たなアプローチやデザインを取り入れることも可能です。これによって、過去の遺産を尊重しつつも、現代の価値観や需要に適合する製品や作品が生み出されます。科学技術だけでは、文化的な背景や歴史的な意味合いを正確に表現することは難しいため、職人の技術が重要な役割を果たします。また、職人の技術は、地域経済や雇用にも大きな影響を与えています。特定の地域における特産品や工芸品は、その地域経済の一翼を担っており、地域社会の活性化に寄与しています。科学技術による大量生産や自動化は、一方で雇用機会を奪う可能性もあるため、職人の技術が地域経済のバランスを保つ重要な要素となります。このように、伝統と文化の継承の側面では、職人の技術が科学技術には代替しきれない特別な価値を持っています。伝統的な技法や文化的な要素を尊重し、それを現代に生かしつつ進化させることで、文化の多様性と豊かさを維持し、次世代に受け継いでいくことができるでしょう。4. 人間とのつながり。職人の技術が科学技術にとって変わることが難しい要因の一つは、人間とのつながりの側面です。職人の技術は、人間の手による創造や制作の過程を通じて、製品や作品に特別な魅力と意味を与える能力を持っています。この人間とのつながりは、科学技術では完全に再現することが難しく、個人的な経験や感情を含む特別な価値を生み出します。手作りの製品や作品には、職人の手から生まれた温かみや情熱が込められています。音楽の演奏や絵画の制作、手工芸品の制作など、職人の技術を通じて作られたものには、人間の感性と個性が反映されています。これに対して、科学技術による製品は効率的で正確なものを生み出す可能性が高いものの、人間的な温かみや感情の豊かさを持つことは難しいです。
職人の技術は、消費者との間に特別な絆を築く手助けをします。手作りの製品や作品は、一つ一つが独自のものであり、量産品では味わえない個別性と特別感を提供します。消費者は職人の技術がもたらす創造性や熟練の技に感銘を受け、製品や作品に対する愛着や感謝の気持ちを抱くことがあります。これによって、製品や作品は単なるものとしての役割を超えて感情的な価値を持つものとなります。人間とのつながりの側面は、特に個人的なニーズや要望を考慮する場面で顕著です。顧客が製品や作品を注文する際、職人とのコミュニケーションが重要です。顧客の要望や好みを聞き取りながら、それを反映させるデザインや仕上がりを提供することができます。一方、科学技術は一般的な解決策を提供する能力が高いものの、個別のニーズや要望に対する柔軟性は限られています。人間とのつながりの側面において、職人の技術は個人的な経験や感情を作品に注入し、消費者との絆を築く重要な要素となります。科学技術が進歩し自動化が進む一方で、人間との深い関係性を持つ職人の技術が価値ある経験として存在し続けることでしょう。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。